こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は、パワー BI 応用1新しい列テーブルの追加についてお送りします。それでは最初に使用するデータの取り込み方法について説明します。演習用データは、説明欄にアドレスを書いておりますので参照してください。演習用データの取り込みについて説明します。レポートビューでホームからこちらの Excel マークをクリックします。そして、演習用データをクリックして開きます。このデータは説明欄のところにアドレスがありますので、そちらから取り込んでください。この中で使用するのが50メートル走男子、そして、こちらの方ですね。握力縦結合1と2で、これで読み込みを行ってください。そうするとデータが取り込まれます。そうすると今、3つでですね、50メートル走男子、握力縦結合1に、データを見るにはテーブルビューで、ここでデータを確認してください。新しい列の追加手順を説明します。最初にデータビューをクリックし、使用するデータ50メートル走男子を選んでください。そして列ツールより新しい列を選択します。するとカーソルが式を入力する欄に移動しますので、ここに式を書いていきます。入力する式は最初に列の名前を書きます。ここでは比率とします。そしてイコールの後に括弧を入れるとスライドのように候補が表示されますので、今回は50メートル走男子フィールドを選びます。次に割り算を示すスラッシュを書き 9.55 と入力しエンターを押してください。9.55 は全国平均となります。すると左下のように新しい列、比率が表示されます。この場合、桁数が多くなっていますので、右赤枠の不動小数点表示桁数を調整する欄で3桁に調整します。次に新しいテーブルを作成する方法について説明します。最初にコピーを作る方法について紹介します。コピーを作るには、オールセレクテッド関数を使用します。この関数の使用方法は、新しいテーブル名オールセレクテッド一重引用符コピー元テーブル名一重引用符のように入力します。使用例和をスライド下に示します。ニューテーブルオールセレクテッド一重引用符 50M 男子一重引用符。この場合、50メートル男子テーブルをコピーし、ニューテーブルを作る例となります。こちらのスライドは式の作成例を示しています。パワー BI では、データアナリシスエクスプレッション略して DAX 関数の書式を使います。1は新しく追加する列のデータとして定数を代入する例を示しています。2では文字列をANDを使用して結合する例を示します。3では演算子を使用して計算結果を新しい列に追加する例を示しています。詳しくはスライド下のアドレスよりご参照ください。こちらは結合演算子ANDを用いた文字列の結合を示しています。この例では、新しい列名として、列2を指定し、都道府県フィールドに、文字列、ABC を結合する式です。また、if 関数を使用して列を作ることもできます。書式は、if の中に第一引数として、論理式を入れ、次にこの論理式が成立した場合の戻り値、次に成立しなかった場合の戻り値を入れていきます。画面右に例を示しています。この例では、新しい列の内容を if 関数で仕分けしています。比率が1以上の場合は、文字列、はいを、そうでない場合は文字列、ロを戻り値として新しい列に入力するようになっています。それでは、画面操作方法を次のスライドでご覧ください。それでは新しい列の追加について説明します。読み込まれたデータの中の50メートル走男子、このデータを使います。
このデータがこちらにあるように都道府県の名前ですね。そしてこちらの方、50メートル走男子のデータがここにあります。で、こちらの方に新しい列を追加していきます。まずはこの値から、この値を全国平均の 9.55 で割ってやります。そこでテーブルツールから新しい列を選択します。そうするとここに空の列ができます。そしてここで、新しい列の名前ですね。ここを比率にします。比率にしてやって、こちらの方ですね。50メートル走男子のフィールド名。これを各括弧を書くとこういう形で候補が出てきますので、これを選んでやって割る 9.55 エンターを押すとこういう風に出てきますので、桁数が大きいので3桁にまとめます。ここでこういう形にします。こういうような今割り算のスラッシュ使っていますけども、掛け算だったらアスタリスク、足し算はプラス、引き算はマイナスっていうような形で使います。で、こういうような文字列に対しては結合演算子を使って文字を結合することができます。これをやってみましょう。まずは列ツール、そして新しい列、そしてここで列の名前を例えば都道府県 ABC にしましょうか。そしてこちらでまず各括弧を書いてやって都道府県フィールドを選んでやって結合演算子、ここで文字列 ABC とやってエンターを押すとこういう形でですね、これに、ABC が足した文字列ができます。で、もう一つの使い方は if 文を使って新しい列を追加してみましょう。まず列ツールで新しい列で、ここで、if って書いてやって括弧を書きます。ここで最初に条件文を書きます。括弧して、比率が1以上の場合、真の場合が最初に、ここに値を書きます。例えば、はいで書いて、それ以外の場合をローとしましょうか。ローとします。で、エンターを押します。そうすると、1以上の場合ははい。こちらがローは1より小さい未満の場合ですね。これがローになります。こういうような使い方ができます。次に新しいテーブルの作成方法について説明します。まずは演習用データよりチェックがついた3つのデータを読み込んでください。最初は同じ構造を持つ2つのテーブルを結合する方法について説明します。ここでは握力縦結合案、このデータは男子のデータです。このデータと女子のデータ、握力縦結合2を縦方向に結合する方法について見ていきましょう。この結合方法はユニオン関数を使用して行います。この例では新しいテーブル名として
結合結果ユニオン1重陰陽符握力10結合1重陰陽符1重陰陽符握力縦結合に1重陰陽符とします。このように書けば2つのテーブルが縦結合されてテーブル結合結果として格納されます。それではこちらのテーブル、今握力結合1のテーブルは男子のみのテーブルとなっています。そして2の方は女子だけの握力のテーブルになっています。これを縦に結合する方法をやっていきます。まずテーブルツールを選んでやって新しいテーブルをクリックします。そしてここにテーブル名をまず入れていきます。ここで、結合テーブルを作りましょう。結合テーブルとしてやってここで、ユニオン関数を使います。そしてテーブル名を入れます。テーブル名を入れる場合にシングルクォーテーションをクリックすると、シングルクォーテーションを入れると候補が出ますので、握力、縦結合で、カンマをしてまたシングルクォーテーションをして握力に、ですね。で、カッコでくくってやってエンターを押します。そうするとこういう形で今結合テーブルができました。これをこうスクロールしていくと男子のデータですね、女子のデータっていうのが結合されて新たにテーブルができたことが分かります。次にモデル内のデータに基づく日付テーブルの作成について説明します。ここでいうモデルとはPower BI に取り込んでいるテーブル内に日付データを含む列が存在する場合のことを言います。例えば右下のように2023年のデータと2024年のデータが存在する売上表があった場合などです。この例ではカレンダラウと関数を使用すると2023年と2024年の2年分の日付を含む列を持つテーブルを作成することができます。書式は新しいテーブル名カレンダラウトとします。カレンダーテーブルを作る方法としては開始日と終了日を指定して作る方法もあります。この場合カレンダースタートデートエンドデート関数を使用します。第1引数として開始日を第2引数は終了日とします。右下に使用例を示します。デートテーブルカレンダーデート2024-1-1デート2024-12-31。これは2024年1月1日より2024年12月31日までの日付列を持つデートテーブルを作るものです。それでは、次にカレンダーテーブルを作るやり方を行っていきます。この場合ですね、自動的に作る場合にはこのように日付列が入ったテーブルがこのモデル内にないと作成することができません。それではテーブルツールより新しいテーブルをクリックします。そしてここで、テーブルオートにしましょうか。オートというテーブルを作ります。ここで、カレンダーのカレンダーオートという関数を選びます。そして、カッコでくくってやって因数を与えない状態でクリックします。エンターですね。そうするとこういうように、2023年の1月1日からずっと1日おきにこういうように、レコードが入ってきます。そしてこれを最後を見るとここが24年の12月31日まで入るというような形で新しいテーブルがここを作成されました。で、元の売上を見るとこ
こではですね、23年の12月1日、そして24年の12月20日というふうなデータがありますので、この23年の1月1日から24年の12月31日までのすべての日付が入った、このカレンダーができたということになるんですね。それでは指定区間でのカレンダーの作成を見てみましょう。新しいテーブルで、日付指定にしましょうか。日付指定。これで、やっていきましょう。この場合はですね、カレンダー関数を使います。そして指定の時は、デートで、例えば2024年の1月1日からで、ここで、次にカンマを入れます。ここで、デートと入れてやって、例えば2024年の、1月の31日までというような形で、入力していきます。そしてエンターを押します。そうするとここで1月1日、からずっと下まで行くと1月31日までの日付のレコードが作成できました。この場合はモデル内に、このような売上なんかのデータがなくても作成することができます。